この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラスト量の相場ということで、結構これ禁断のテーマというか、かなり身も蓋もない明けっ広げな現実を図らずしも突きつけてしまうテーマなので、やるかどうかとても迷ったんですが、Twitter でアンケートを取った結果、ダントツで知りたいという人が多かったので、思い切ってやっちゃいます。最初に前置きしておかなきゃいけないのは、今回お伝えするのはあくまで日本の今現在の企業案件についての相場感だということです。海外の案件まで含めると、今回お伝えする内容とはまたちょっと違った内容になってくると思います。僕は19歳の頃から今まで20年間ぐらい、主にゲーム系のお仕事を中心に様々な絵の案件に関わってきましたので、そのあたりの相場感をざっくりと知っていただけるんじゃないかと思います。でね、もう最初に結論言っちゃうんですけど、イラスト量の相場、一言で言うともうこの一言につきます。それは相場はない。はい、もうね、開始早々なんだよそれっていう感じなんですけど、一応理由を説明するとですね、単純に作業量としての相場は大体あると思うんですよ。ですが難しいのはですね、イラストレーターって結構人気商売なので、依頼量とそのイラストレーターの人気とは切っても切り離せない関係にあるんですね。なので人気がなければ単純に作業量だけになるか、もしくはそもそも依頼されませんし、人気があればその分値段は跳ね上がります。そういった意味で依頼量がピンからキリまでかなり落差があるんですね。なので今回お伝えする相場感というのは、あくまで僕がこの20年間で見聞きしてきた範囲での相場感です。そこを踏まえて聞いてほしいです。それでは早速いってみましょう。1枚絵の場合、まずはゲーム系のイラストで発注が多めな1枚絵についての価格です。イラストのサイズは B5 から A4 サイズぐらい、解像度は 350dpi を想定しています。そのサイズ感でソーシャルゲームの場合はこんな感じです。背景なしキャラクター1体の場合5万円から20万円、背景ありキャラクター1体の場合5万円から50万円ぐらいといった感じですね。もちろんもっと高いのもあるし安いのもあります。それと10年前であれば下は2万円3万円の案件も多かったように思いますが、最近ではだいたい5万円からが相場ではないでしょうか。あとは媒体によっては売上とか予算とかが変わってくるので、もちろんイラスト量もそれによって変動してきます。例えばカードゲームの場合にはもう少しイラスト量は抑えめで、相場感としては通常カードの場合には5万円前後、書き込み量が多いレアカードの場合には10万円から30万円前後が相場な感じです。ただこちらはあくまで相場感の話ですので、人気絵師になるとこの限りではありません。僕の知り合いでも結構人気がある方は30万円のお仕事が来ても場合によってはお断りしているという方もちらほらいますね。全体的に言えることは20年前と比べてイラスト量は上がってきている印象です。下のラインはそのままなんですけど、上がかなりアップしてきているという感じがしますね。これはおそらく主にソーシャルゲームの予算が大きいので、それに合わせてイラスト量にも加味されているという部分が大きいのではないかと思います。デザイン込みの場合、次にデザイン込みの場合です。デザイン込みの場合は単純に作業量がアップしますので、価格もそれにつられてアップします。キャラクター1体につきデザインプラス設定画プラス表情差分の場合10万円から60万円ぐらいが相場だと思います。これは例えばどんな案件かというと、今は数としては少し落ち着いて減ってきていると思うのですが、 VTuber さんのデザインの案件とかがそうですね。安いもので10万円、高いもので60万円以上、大体の場合には20万円から40万円あたりで依頼されることが多いと思います。最初にお伝えしたように、これはあくまで企業案件の話です。 VTuber は個人の方も多いと思いますので、個人の方からの依頼の場合はこの限りではないと思います。イラスト量が決まる基準でね、ここまで聞いてきて結構皆さん謎に思っていることがあると思うんですよ。なんでそんなに上下に幅があるのって。ちょっとね、この辺でその謎についてお答えしていきたいと思うんですが、イラスト量はだいたいこの項目によって価格が決定すると思います。単純に作業量の部分として、サイズ、これは絵が大きいか小さいか、そして絵の内容、これは書くものが多いか少ないか、そして納期、これは締め切りが長いか短いかです。そしてプラスアルファの部分として人
人気、これはイラストレーターの広告的価値、そして依頼者の予算、これは商品の売り上げですね、があります。まずね、わかりやすいのは作業量の部分なんですが、まずはサイズによって価格が変動します。基本的にはですね、B5 サイズから A4 サイズの発注が多めですが、例えばポスターとか、あとは抱き枕とかになってくると、時には B1 サイズ以上、縦1メートル以上のサイズで作ってくださいみたいなこともあるので、そうなると書き込み量が単純に増えて価格がアップします。あとは絵の内容ですね。単純に絵の中にキャラクターを何人描くかでも作業工数が変わりますから、描く人数が増えればそれによって価格もアップすると思います。あとは納期です。納期はですね、長い期間をもらえるからといってそれによって予算が削減することはないんですが、例えばもう今週中に急いで描いてくださいみたいな急ぎの案件の場合には通常の2倍ぐらいの価格が提示されることもザラだと思います。でね、ここまでが単純にイラスト量としての上下幅なんですが、さっきもお伝えしたように、例えばソーシャルゲームだとしたら背景付きのイラストでキャラクター1体50万円とか、場合によってはそれ以上の価格が提示されることもあるんですが、そういう場合ってなんで価格が上がっていくのかというと、それがプラスアルファの部分ですね。一つはイラストレーターさんの人気、もっと突っ込んで言うとイラストレーターの広告的価値です。その人が描くことによってその商品の売れ行きがアップすると依頼者側が確信している場合ですね。その場合には他の誰でもないその人に絶対に依頼したいわけですから、一般的な相場よりも高めの価格を提示してくれる場合があります。あとこれはもうそもそもの話なんですけど、売上自体が立たないともうイラスト量もへったくれもありませんから、依頼者の予算、つまり商品の売上がどのぐらいになるかによってイラスト量というのはかなり変動します。さっきですね、これは日本のゲーム業界での話ですよと念押ししたのはそのためです。他の国または他の業界では予算がそもそも違いますから、これも後でちらっとは紹介しますが、相場感はだいぶ変わってきます。あとですね、これはちょっと言うかどうか迷ったんですが、多くの方が抱えている問題なのであえて触れると、イラスト制作の工程ってお金の流れから言うと結構下流の方にあると思うんですね。特にデザイン作業を含まない単純にイラストを描くだけの仕事の場合には、商品開発の工程がこんな感じだとしたら、企画を起こして開発して必要なデザインをデザインして、そして素材を準備する。あくまでゲームに関してはの話ですが、絵を描く仕事というのは一番最後の素材準備という工程に入ることが多いですね。で、予算というのは上の方から順番に決まっていくものなので、そもそも最後の方の予算というのは余りの部分になっちゃうんですよ。単純にほとんどのプログラマーさんが絵描きよりも作業単価が高いことが多いのは、この商品開発の上流の部分、開発にいる人の割合が多いからなんですね。で、さっき言ったイラストレーターの価格が上下差があるのもまさにここに理由があって、この商品開発の上流の部分に組み込まれれば価格はアップしますし、そうではなくて素材準備のための作業要員とみなされてしまえば価格はどうしてもアップしにくいんですね。なので、もし自分のイラスト量を上げたいと思うのであれば、絵を描くだけじゃなくて魅力的なデザインができるようになること、それによって商品開発の上流のデザイン作業を任せられるようになること、もしくは絵全体のクオリティを取りまとめるディレクションができるようになるか、あとはもうそうですね、そもそもその人のイラストありきじゃないとその企画は成り立たないっていう企画の部分にまで行く必要があると思います。これがですね、イラスト量にかなり上下幅開きがある理由です。漫画のカラー原稿の場合。はい。で、ここからはですね、ちょっとゲーム業界からは離れて、少し違った部分でのイラスト量の相場の話です。漫画のカラー原稿、1枚2万円から4万円。これはですね、もしかしたらそんなにメジャーな仕事ではないのかもしれませんが、結構需要としては多いようですね。どんな仕事内容かというと、週刊連載漫画のカラーページがあるじゃないですか。それの色を塗る仕事ですね。もちろん漫画家さんがご自分で塗られている場合も多いんですが、そもそも週刊連載の
漫画家さんは自分でカラーを塗るところまで手が回らない人も多いので、そんな場合には外注に出すことも多いようです。僕は最近は塗りの仕事はほぼ受けてないんですが、25歳の時に会社を辞めてフリーランスになってから約8年間こういった仕事を多く受けていました。で、この仕事のいいところは作業量の割には単価が高いことです。色を塗るだけなのでだいたい1枚につき 4,5 時間ぐらいあれば着色はできちゃうと思うんですが、そう考えるとだいたい時給にして4000円から8000円ぐらいになるので、無名の新人時代にとってはとても貴重な収入源になるんですね。僕もですね、1ヶ月にだいたい多い時で40枚ぐらい塗ったことがあるので、塗りの仕事だけで1ヶ月100万円超えたことがありました。無名時代にそのぐらいの収入があることはすごく助かりますよね。これなんでここまで単価が高いのかというと、身も蓋もない言い方をすればこれは誰もやりたがらない仕事だからです。イラストレーターってやっぱり自分の絵柄で勝負したい人がほとんどですから、完全に自分の絵柄を殺して人の絵を塗るっていう仕事は人によっては結構屈辱を感じるというか、そういう人が多いんですね。その一方で僕は自分自身に個性なんてないと思っているタイプなので、比較的人のお手伝いをするっていうのも全然苦じゃない珍しいタイプなんですよ。なのでそのおかげもあって8年間という長い間大変重宝していただきました。実際この仕事にはとても助けられましたね。ライトノベルの挿絵の場合、挿絵の仕事はライトノベルだけじゃないんですが、一番馴染みのある例として取り上げさせていただきました。ライトノベルの挿絵は1枚5000円から1万円の間ぐらいですね。安くて1枚5000円、高くても1万円超えないんじゃないのかなって思います。無理やり交渉すれば上がるのかもしれませんがね。これライトノベルの仕事で言えば挿絵のみの単価というよりも1冊でこのぐらいという予算がすでに決まっているイメージで、それがだいたい表紙と裏表紙、それと中に挟み込まれている口絵と呼ばれるカラーページ2枚、あと挿絵を6枚から10枚書いて、それでだいたい1冊で30万円、高くても50万円っていうところが相場ですね。で、これは作業全体として見た時にはイラスト量としては結構安めです。正直割に合いません。じゃあなんでやるかっていうと、さっきも言いました、商品開発の上流の工程だからです。ライトノベルってキャラクターのビジュアルなどは原作者さんと話し合いながら決めていきますし、その絵によって結構イメージが左右される度合いも高いんですね。なのでキャラクターデザイン力や演出力とかもかなり必要になってくると思います。なのでライトノベルの場合、イラストレーターさんにもいくらか印税が入る契約になることが多いです。つまり単純に作業量としての収入はそんなに期待できないんですが、そのリスクをイラストレーターさんも背負う分、当たったらたくさん印税が入ってくるかもしれない。その夢をワンチャン目指して、原稿料は安いけど、でもそのリスクをあえて選んで、進んでその仕事を選ぶ。そういう世界だと思いますね。広告案件の場合。その他広告案件というのもあります。商品紹介や、あとはイベントごとの PR イラストだったり、あとは企業のイメージキャラクターをデザインする仕事だったり、キービジュアルを制作する仕事ですね。そういう広告案件でのイラスト制作の場合、これは結構予算が多めなので、1件あたりのイラスト量も高めです。だいたい1件につき50万円から100万円。場合によっては200万円、300万円超える案件もザラだと思います。ただですね、ここはそんなに多くの人が参考にできる部分じゃないと思いますので、あんまり深掘りはせずにさらっと流しますが、これはもう完全にそのビジュアル自体が広告塔の役割を果たしますので、もうすでにイメージが浸透しているようなコンテンツ、有名な方じゃないとそういう案件はそもそも来ないと思います。広告の案件はですね、もうその業界でイラストが描きたいと目指すようなものではなく、自分の分野で頑張って、いつしかそこで活躍できるようになって有名になったら、その時おまけでついてくるボーナスみたいな仕事と捉えた方がいいかなと思います。イラスト量の交渉方法。はい、大方僕が観測してきた中での絵の相場感をお伝えできたと思いますので、次はイラスト量の交渉方法について少し触れていきたいと思います。先ほどもお伝えした通り、絵の価格というのはサイズ、絵の内容、納期という作業量的な部分と、人気、依頼者の予算というプラスアルファの部分で決定しています。で、このプラスアルファの部分で交渉するというのは全員にとって
再現性があるとは言えないので、交渉の仕方もですね、千差万別になってくると思うんですが、作業量の部分の交渉の仕方はですね、結構多くの人に応用が効くと思いますので、そこを紹介していきたいと思います。やり方は簡単ですね。まずは依頼者に予算を提示してもらいましょう。最初になかなか予算を提示してくれない依頼者もいますが、大体の方は言えば提示してくれると思います。でね、ここで自分が思ったよりも額が多かった場合には、その額で仕事を引き受ければいいですね。これは単純です。で、もしその提示額が自分が思ったよりも低かった場合、こんな基準で価格を交渉します。作業日数×1日の値段、プラス基本修正料、打ち合わせの時間などもここに含まれます。そしてプラスあれば追加料金ですね。例えば10万円の依頼が来たとして、いやいやこれは20万円ぐらい欲しいと思ったら、その根拠を提示するイメージです。例えばですね、この作業は6日かかります。私は1日あたりの作業量を3万円からと設定させていただいているので、6日かける3万円で18万円。そこに修正料と打ち合わせにかかる時間をプラスさせていただいて、追加で1日分の作業量を乗せていただき、合計で21万円とさせていただきたいです。ご検討いただけますでしょうか？そんな感じで交渉してみてください。僕も実際すごくやりたいと思った案件だけど、あまりに金額に見合わない作業を提示されている場合には、こんな感じで説明して価格を交渉したりします。で、プラスアルファ追加料金の部分に関してはですね、例えば後々になって大きな追加修正が発生しちゃった場合とか、あとはすごく急ぎで仕事を依頼された場合とかですね、そういった場合には今言った 1.5 倍から2倍ぐらいの価格で一旦交渉してみるのもいいと思います。価格交渉についてはですね、結構これ皆さんに聞いてみると、交渉したこと自体ないよっていう人も結構多くてですね、作業工数に価格が見合わないと感じていたとしても、それを相手に伝えずに不満たらたらのまま作業をしてしまうっていう場合が結構多く聞かれるんですが、これですね、単純に依頼者側が作業にかかる日数をそもそも正確に認識していないから提示額が低くなってしまっているという場合も少なくないんですね。素直に交渉してみると、全額ではないにしろある程度の金額を上乗せしてくれるイメージはあります。それと大手出版社の編集さんやゲーム系のイラストの発注者の方に実際に話を聞いてみたんですが、依頼する側としても気持ちよく仕事をしていただきたいので、何か不安がある時には積極的にむしろ交渉をしてほしいとのことでした。今までの経験的に言えばですね、少なくとも2万円ぐらいはほとんどの案件で予算をプラスしてくれるイメージがあります。こんなこと言っている僕ですが、交渉ってね、結構精神的ハードルが高いのはわかります。実際僕も今までは価格の交渉をすることも多かったんですが、最近は値段交渉することが結構精神的負担になってきてしまっているので、今現在はですね、もうこれは絶対にやりたいと思うような仕事でなければ、価格の相談は特にはしないで、仕事自体をお断りするようにしちゃってますね。もうほんとそのぐらい苦手です。仕事を受ける基準について。ただ最後に念を押しておきますが、今言った相場感はあくまでも一つの基準に過ぎません。仕事を受ける受けないの判断に関しては相場に左右されることなく、その人の自由だってことです。引き受ける基準としてはもちろん値段もあると思うんですが、自分が進みたい方向性や将来性なども鑑みて、この案件はこれは価格がそんなに高くはないけど、でも絶対に自分の将来につながるなとか、あとは単純に面白いからやりたいって思ったら、それはもう引き受けるのがいいと思うんですね。例えば元任天堂のデザイナーで株式会社ナスの代表取締役の前田隆さんは、自分は100万円以上の案件か0円の案件しかやらないとおっしゃっています。100万円の案件はやる意味はわかりますよね。それぐらい企業が重要視している案件ってことで、一方で0円の案件は何かっていうと、これは要するに予算関係なく自分がその仕事をやることで自分自身に価値が生まれる案件っていうことです。これは特に企業案件にはこだわらず、個人の案件、これ最終的には自分の企画みたいな感じになっちゃうことがほとんどだと思うんですが、そういった企画段階のものって予算がそもそもついていない場合が多いので、仕事としてはただっていう場合も多いと思います。でもその仕事は楽しそう、そういうところに積極的に力を割いていくのも面白いってことですね。かなり究極的な考え方だと思うのですが、僕もこの考え方すごく共感できる部分が大きい
ので、最終的にはですね、そういった思い切った判断ができるように僕自身もなっていきたいなっていう風に今は考えております。といった感じで今回はイラスト料の相場についてお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはいつもお伝えしている絵が上手くなる方法からは少し外れて、プロ目線で商品として絵を眺めた時に見えてくる絵の価格についての情報だったので、多くの方が参考にできたかどうかはちょっとわからないんですが、ご要望がすごく多かったのでですね、僕の観測範囲においてなるべく包み隠さずに情報をお伝えしてきました。それとですね、価格についてももちろん心配事ではあるんですが、今の時代は価格よりもむしろ自分がやった仕事が社会で炎上してしまわないかどうか、そっちの心配事の方が大きいかもしれません。そんな時にはこちらの動画、注意 SNS で炎上するイラスト3選がおすすめです。炎上してしまうイラストの特徴と注意すべき点をまとめた動画なので、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。